として事前に知ってたんじゃ面白くないからって言って、どこに行くかわからないっていうね。ただ僕も検索すればなんとなくやっぱり分かりますけど、ただ決定的に知らされてないっていうで不安なんですけどね。でまた例によって仙台編と同じようになんかこうレコード感がない雰囲気の店があって、まあ湖沿いのこうちょっと古いなんか由緒ある雰囲気の建物があったりして、ちょっといい感じではあるんだけど、またなんかすごい意表をついた店が出てくるのかなってちょっと思ってるんだけどね。そろそろ見えてくる。出たよ、なんかこれなんか仙台編のデジャブじゃないの本当にそろそろ見えてくるってどこだろうな。看板とかあんのかな。でもこれレコードって感じは全くないな。すごいなんか情緒が豊かで、この辺散策したい雰囲気ですけどね。間もなく目的地なんだこれ本当に。あ、見えてきた。うわ、本当だ。 EP、LP、SP レコード専門青い古美術。遠くから来るお客さんもいるでしょ。遠くからって遠くのお客さんしかないんやな。遠くのお客さんしか来ない。ここらに誰もレコード買うような気の利いたもんおらへん。いや昨日聞いた。ほんまやでおらへんね。そうですか。でも贅沢品やからな。いやそりゃそうですよ。遠くから来てこれだけの枚数があるっていうのは、まあ、ほんでレコードをある程度やってる滋賀県ではうちと草津にちょっとやってるもんがいるらしいね。そうですね。レコードな。これから行こうと思ってるんですよ。あ、そう。そこしかあらへんでな。だから、各都道府県回ってるんですけども、滋賀といったらもうここを外せなくて、ここしかないからな。そうですね。ですから必ず倉庫行きますか。倉庫いきなり行きますか。もうここまで来たら倉庫行くしかないですね。ぜひぜひお願いします。いやなんかとんでもない展開になりましたね。なんかいきなり、レコードの倉庫の方に案内してくれるということで、初対面で早々になんかこれから、もしかしたらクライマックスに行ってしまうのかもしれない。倉庫ってどこにあるんですかね。もうなんかワクワクですねこれ完全にすごいですよこれ。ちょっと待ってよって感じじゃないですか。細いとこ入ってきますよ。本当の倉庫っていうか、あれだ。あれか。これもうなんか人の旅で猿しか入らないなんか第二店舗中の人です。はい。第二店舗。いけてますね。これはね、めっちゃいけてます。これはすごいですよ。いやー、これ第二店舗ってなってますけども、お客さんもここ来れるんですか。いや向こうでこれいいお客さん来たらここいいお客さん来たら来れるってことは、僕ら初対面なのにいいお客さんと見なしていただいて、まあそれは案内して申し訳ありないです。まあそういうことやな。すごすぎる。この何ですかこの感じ。青井さん、このレコードもう売ってるんですか。そうやわね。行ってじゃあ僕が見て買ってもいいんですか。それは買うてくれたら。青井さん、ちなみにこのお仕事はどのぐらいやってるんですか。もうそうやな。まあ大体本職は大体これ時計屋やからな。もともと高島町にいたんやけど、時計屋さんで、はい、そういろいろあってこっちに来て、そうじゃあ
この古物商を始めたのはもう何年ぐらい経ったんですか？そうやな、何年だったかな。20年ぐらいかな。20年ぐらい、かな。でここ5年10年でレコードがまた一つちょっとブームになってきていや戻ってきてるような気がするんですが、そんなこと言わはるけどな。えそんな感じはするけど。スピンとこないですか？これ来ないな。ああ、そうですか。青井さん、実はここで買い物させていただきたいんですけど、ただ買ったんじゃ無色なんで、サイコロを振ってですね、サイコロの出た数の足してその数を買うっていうふうにしてるんですよ。青井さん、全く関心がないようですけども、全く関心がないようですけども、一応そういう感じなんでやってます。せーのよ、639出ました。今日は9000円分買わせていただきます。大竹一とか荒井由実とか、そういうのがあると、すごいかったですよね。いや、これすごいじゃん。いや、これちょっとほんと見切れないわ。すごいなこれ。いやー、ヨギリを今夜もありがとうですよ。すごいね。シャネルズベストの帯が落ちてますけどね。桜田純子、桑名正宏、ジュリーですね。憎みきれないろくでなしとか。こっち行きますか。あ、尾崎豊卒業。これもなかなかじゃないですか。森進一のすべて。あ、そうかと思うと渡辺克美だ。フュージョンもいきなり入ってるんだな。古賀メロディーがとにかく昔のこれテレマあれでもやっぱり時計がみんな直したんやから。あ、時計屋さんが直してるんですね。直した、はいはい。そういう歴史があるからね。じゃあそこでレコードとのつながりっていうのができて。そうそう。つながりは、まあ、今言う時計やってる時計屋にレコードをやってる店に10年ほどいたから。はい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 。それ以後俺時計屋レコードで触ってきたんだけど、まあいろいろあってな。そうですか。高島町でやってらして。そうそう。でこちらご実家なんですか？あ、これ。いやいや、ここもそこを4年に売れたから売ったんや。いやなんで。そうそう、もう売ったんや。売ってでこちらで営業を新たに始めたっていうことなんですね。何だって言うとえらい手さえいけんだ。いやいやいや、もう向こうで4年に売って借金それで帳消しして、はい、それでここでこっち、まあとにかくこれ161号線内と人は来やへんからね、やっぱこの線を買わんと、これはまあ付属みたいなもんやけど、買わんとで商売できへんからね。やっぱり大きな道路沿いっていうか道路があって、そうそう、これ161号線、これ本通りやからね、はい、今はまあ場合はそっちのがあるけど、はいはいはい、これしかなかったんやからね、昔から。おい、これ決まりだわ、もうこれ。すげえ。バリーホワイト。ここにこれがあるとは。こちらはじゃあ一緒に買ったんですか？向こうの土地とこっちの土地。そうそうそう。そういうことやね。でここ倉庫にしようと思ってどんどん増えていって、とにかくもうそこまで考えてへんけど、とにかく、とにかく月1000枚ずつ増えていくと。まあ買うからね。コットンの世界で俺まあ言うたら一般の人が見たらゴミやわな。それが何も出るからな。はいはいはい。ほんでそれコットンの世界の何もこうってたらもうゴミになってまうね。それゴミはイランスレコードに絞って、はい、まあ、やってるということやろな。そうですか。はいはいはい。それがお隣にある骨董品屋さんで、今レコード屋さんと2つこう一緒に営業してると、そういうことですよね。まあ営業というのは
言うね。そうなんですか。営業って言えるような。いやいやいや、でもそんなのなんか、まあでもな、1000円マシンやな。その程度のもんやな。商売してるなんでな、いや言えんいや、な。でそれはでも商売ですよ。いやいやでもあれ一律の価格っていうのはすごいですね。そういう意味で言うとね。それは。わかりやすいですよね。そう、そういうことやな。なんでこうと決めるんやってことになるやろ。ただそれは店主が勝手に決めてるだけの話やって。ね。評価の高いのもあるんやけど、私は何も関心ないし、レコードはレコードやからね。これ23,200円サンダーバードボックス。これすごいな。サンダーバード好きだからこれもたまんないですね。なんか例えば民謡とか全く興味のないものの中に突然バリー・ホワイトが出てくるとか、電車の事故とかこの音もいいね。この雰囲気。いや、私たちがこう回っている中古の店っていうのは、もう相場っていうものが、このレコードだったらこれいくらとかいうような相場で、すごい左右されてて、でまあお客さんたちもまあ安い高い言っても、まあ相場の価格が決まってるんですけども、こういうところに来るともうむちゃくちゃときめくんですよね。なぜかっていうと相場なんていうのは、完全に無視されてるわけ。無視してるわけじゃないですか。で評価の高いの買うわね、知ってる人はね、そういうことになるわね。あるいは探したものとか、そうするともう値段でどうの高いとか安いとか考えなくて好きなレコードを買おうっていう気持ちになるんですよね。そういうことやな。でそれ結構やっぱりワクワクするんですよ。そういうことになるな。やっぱり高級のお店行って高級のレコードで、やっぱ買えないなって言ってしょんぼり帰ってくるのとちょっと違うんで、なんかもうある気配ビンビンだけどね。カーペンターズもいいね。なんかこうレコードに埋もれてる感じがいいね。すごい。なんていうの、宝の山に。この辺フュージョンが作ってた。正直塊で塊で束になってたな。なくなっちゃったな。どこ行っちゃったんだろうな。すいません、もう追加もう本当にいや見つかっちゃったよ。まあそんなことで原田知世のアルバムですね。これはいいか悪いか分かんないけど時をかける少女が入ってるんで。葵さん帰りますか。この絵柄何